いらっしゃいませ。キラクラチャンネルのキララと、クララでーす。マーマイト食べ食べガールズイエーイ何イエーイマーマイト食べ食べガールズいや、盛り上がらないで、勝手に。やめてついに来たね、この日が。来ちゃったか。ちょっと見てください、こちら。あー、これね。マーマイトね。知ってはいるよね。うん、知ってはいるね。もちろん食べたことはないけど、そう、有名だよね。うん、有名だね。それこそ YouTuber さんとか結構食レポとかされてるしてる人、思うんだけど、いるね。一応知らない人のために説明すると、うんこのマーマイトはビール作りの時に出る酒粕を酵母、酒粕が酵母なのかな、ちょっとわかんないんだけど、ビール作りの時に出る酒粕に塩を足して、味をマイルドにするためになんか砂糖とかいろいろ入れて煮詰めたものらしくて、なんか日本でも酒粕って売ってるじゃん、スーパーに。売ってるね、スーパーとかに、ね。白いやつあれは日本酒の時に出る粕らしいんだけど、それの西洋バージョン、ビールバージョンビール版。はい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 。のジャムみたいならしいんですけど。あー、なるほどね。いや、あんまりさ、知らないんだけど、まずいまずいって言われてるからさ、どんなものなのかなって、一回ちらっと、調べたことがあって、その時に、結構健康食品的なことが書いてある記事が何個かあったから、確かにこれ見る感じなんか悪いものが入ってるわけではなさそうだもんね。ああ、そうね。なんかイギリスとかでは結構朝の定番みたいなことらしいから、それこそ日本の納豆とか味噌とかそういうのになんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ実際食べてみないとわかんないし、うちもずっと昔から YouTuber さんとか見て、うわぁ、どんな味なんだろう実際っていうの気になってたから、今日はね、このキララも道連れにして、マーマイトを食べていこうと思います。いくぞ道連れやめて。道連れやめて。はい。じゃあ早速、ちょっと、開封していきますか。結構でかくね、なんか。なんか思ったより重量が感じる。ね、そうなんだよね。あれかな瓶だからかな。あ、これ瓶か。ちょっと匂いと味見、していこうと思います。そうね、一旦こう素のね、状態を。じゃあ、開けよう。じゃあ、開けよう。なんか、待って、むわって、登ってきた。うわむわって登ってくるね。ね、開けた瞬間に、嗅いで嗅いで。くん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 。でも、匂いはいった匂いは、そう。まずそうな匂いはしないよ、なんか。別に、なんかこういう調味料だって思ったら、まあまあって感じじゃない？それこそなんか、調味料ナンプラーとか、オイスター。そうだよね。オイスターだっけ？オイスターちょっと似てるかも。なんかそれぐらいの臭みって感じ。そうね、それくらいの癖。意外にお酒感は、そうだね。わかんないな。ビール好きだけど。アルコールみたいな感じではないな。酒粕って結構そういう感じの甘酒みたいな感じだよね。酒粕は結構ね、きつい日本酒っていうか独特な匂いするけど、これはなんかこうビールを煮詰めたような匂いかって言われたら別に全然そんなことはない。なんか塩気、やっぱ味噌とか醤油とかそういうなんかそっち系のね、匂い感じるよね。いけそうなんだ。別に、じゃちょっとペロリンチョしてみますか。じゃあ、せーのでいこう。怖いわ、なんか。嫌だって言ったんだけどね、私は。匂いだけでいいじゃんって言ったんだけど。じゃあ、いきます。せーの。待って。これ待って。結構ビリってくるね。やばい、これ。匂いから想像つかんぐらいえぐみなんか。
いや、これしょっこれ何ぱみじゃない？なんか、舌ビリってなるレベルでこれしょっぱいよ。なんかしょっぱいのは結構大丈夫かも。でも、しょっぱいの好きだからかな。えぐみは、私はそんな、後味もすっきりじゃない？臭いの好きやん。ブルーチーズの時もさ、あなた臭いの好きやから。あんまり、あれかな、ちょっと体勢が。なんか、匂いには出てない、なんかこう、要素が味には含まれてる。うん。そうだね。これはね、匂いとね、味の印象結構違うね。違うね。なんか、でも私、正直、どうぞ。舌がこう、無理ですみたいな感じになって入った瞬間、もう、これは、いや、食べれませんみたいな感じ。でもね、わかるよ。口に入れた瞬間ね、食べたことない味すぎて、びっくりした。でも、今、口の中に残ってる風味とかを味わってると、なんか、納豆とか醤油とかそっちな感じはやっぱするわ。まあ発酵食品だしね、それこそブルーチーズとか納豆とかは近いのかもね。慣れたらいけんのかもしれない。初めてすぎて、なんかもう、これって本当に食べ物ですかみたいな、なんか。確かに後味はないの。苦いのがずっと残るっていうよりかは、最初に嗅いだ時のいい香りみたいな、いい香り美味しそうな香りだけが口の中に残ってくれるけど、それは今ちょびっとしか食べてないからなのか、かな。いっぱい食べてもそうなのか、ちょっとわからない。そうだね。でも、一つ言えることは、これをトーストに塗って食べるのが主流なのはマジかってちょっと思ったね。でもなんか納豆トーストとかする人いるらしいやん。やったことないけど。いるよね。私もやったことないけど、いるから、まあそれって考えたらまあ確かに。でも、やってみよう。トーストやってみよう。一旦ね、やってみよう。じゃあ、ちょっとトースト焼いて、焼いた後に薄く塗る。そうだね。じゃあそれちょっと作ってきます。できます。はい。ということで、トーストを作ってきたので、あったかいうちに食べようと思います。食べましょう。なんか美味しそうじゃない？わりかし。まあ、見た目はね。まあ。ちょっと匂いは相変わらずちょっと。ソース塗ってるみたいなね。そう、ソースみたい。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。まあ、はっきり言って、トーストには合ってないな。はっきり言って、これを朝から食べたくはない。そうだな、やっぱ、なんか、独特なえぐみと、えぐいね。なんか、塩味がやっぱ、強い。えぐみと塩味のせいで、トーストに明らかに合う塩味の感じじゃないんだよな。ナンプラーとか塗ってもこんな感じになるんじゃない？いや、なると思う。だから、なんか、納豆をご飯にのせて食べるみたいなことなんだろうけど、これは向こうの人たちにしたら、まだ無理だ。そうだな。まあでも食べれないレベルではないな。吐き出すとかではない。けど、食べることは可能っていうぐらいの感じだ。まあ、癖強い食べ物が無理な人は、まあ多分普通に無理な感じな気はする。臭くない？感じないの？キララは臭さみたいな。そんなめっちゃ臭とはなんないけど。めっちゃ臭いわ、うち。すいません。今更だろ。いやだから、そうだね。なんか私がそういうちょっと癖の強い、匂いの強い食べ物が得意っていう自負あって、ちょっと、なんか独特な味がするなーって。まあギリ美味しいとはちょっと言いにくいなって言ってるくらいだから、なんか納豆とか無理な人はやめといた方が。納豆好きだけど無理だよ。一瞬
ビールっぽい苦味はあるわ、確かに。苦いよね、ちょっと。苦い。それが、ちょっとね、えぐ、納豆が苦くなった感じ。で、もっと塩味が強い。なんかトーストに塗ったら美味しくなるのかと思ったらそうではなかったな。まあ、もうちょっと手加えないと、厳しいだろうね。と思って持ってきました。そう、実はね。さすがに無理だろうということは予想がついたので、ちょっといろいろアレンジしてみようかなと、元から思ってて、まずトーストはそのままだとやっぱ、マーマイトすぎるかもって思ったから、キララがね、提案してくれて、はい。今、このトーストに、マーマイト薄く塗ったやつの上にさらに、ツナマヨとアボカドを乗せたやつ。はい。だったら、美味しいんじゃないかって。そうだね。考えてくれた。だから、乗っけてもいいし、サンドイッチにしてもいいしっていう感じです。助けてくれ、アボカドツナ。どうだろう。いただきます。いただきます。いや、だいぶマイルドじゃない？だいぶマイルドだけど、これってまあ、マイルドだけどいや、美味しいっす。美味しいんだけど、美味しいない方がいい。ツナマヨとアボカドであってもうない方がいいか。なんかバターとかマスタードとか、そういうマヨネーズとかそういうノリで下に引いてみたんだけど、まあ、あいつらにはかなわないけど、でも、役目を果たしてる感じはあるな。どっちと相性がいいんだろう？アボカドと相性がいいのかな？ツナと相性がいいのかな？どっちもじゃない？どっちもか。なんか結構本当にぶつかってないよね。中和されてる。なんか結構、うちらは今回トースト、そのマーマイトを塗ったトーストの上にこう乗せてでって挟んで食べてって感じにしたけど、あれだね、隠し味みたいな感じで、マヨネーズアボカドツナの中にもマーマイトを入れちゃってもいいかもしれない。いやでもこれいいわ。これなんかしかめつありの夏に食べれるわ、全然。そうだね。確かに一瞬、マーマイト出やがったみたいな時はあるんだけど。そうだね。マヨネーズに、マヨネーズをもってしても、マーマイトはわかる。けど、だいぶ食べ物になったよね。ごめん、語弊があるな。ちゃんと料理として成り立ってるっていうの。マーマイトだけじゃダメだね。これさ、そういうために生まれてきたものじゃない気がする。な感じはするね。まあ、日本人でいうところの納豆ご飯だって言われたらもうちょっとグーの音も出ないんだけど。全然生でいけますよって言われたらちょっとビビっちゃうんだけど。アボカドツナ、あれかもだけど、みずみずしい感じで中和する方がいいのかもね。恋に恋をぶつける。パンってほら、水分はそんなないじゃん、なんか言うて。そうだね。ちょっと水分があるものとの方がいい気がする。薄まって。なんか、ウィキペディアだったかな、どっかにクラッカーに乗せたりもするって書いてあったけど、それは本当に意味がわかんないかも、今改めて見て。なんか、そうだね、それでお酒とか、当てにするんだったらわかるけど、クラッカーか。なんか飲み物も用意した方が良かったのかな、もしかして。それはあるかもね。何飲みたい？これ食べると。なんか、お茶とか紅茶じゃなくて味濃いやつがいいな。いや、それ。だって負けちゃうよ。コーラとか。思った。コーラね。炭酸で。なんかね、マーマイトね、野菜との相性いいと思うよ。実際なんか、ベジタリアンの方がディップして食べるみたいな、そういうことに重宝されてるみたいな記事読んだわ。ディップソースとかに。するのがいい気はする。マーマイトオンリーでディップするよりなんか混ぜた方がいいかもね。いいかもね。マヨだったり。なんかそれこそマヨとか。マヨマーマイトに、まあなんか、多分ね、もうちょっとね、スパイス的な、そのアクセントがあった方が美味しいと思うから、なんかブラックペッパーとか。いや、なんかね、こう、
香りがもう一アクセント欲しい。なんか、納豆でいうところにの、なんか、からし入れたりする人いるじゃん。あれと同じのじゃあ、マスタードでいいんじゃない？あ、これはいいと思う。粒マスタードとか？あ、うまいと思うよ。マーマイトは調味料だな。単体で食べるものじゃないわ。ソース単体で行く人いないでしょ、多分。まあ、それはペロペロする人はいないんじゃない？でもアボカドツナは本当に結構いいかも。ね。なんか全く無に帰してるわけじゃない。アボカドとツナは美味しいけど、全く味がしなくなったとかじゃなく、ちょうどいい具合に抑えられてるというか。って感じだから。もしマーマイト食べたさに買っちゃって、処理に困ってるとかいううちらみたいな人がいたら、おすすめします。でも、他にもさ、やってみたいレシピあってさ、トースト以外にも。あ、そうだね。なんか、トーストと同じくらいスープにも、マーマイト入ることがあるらしくて、本場で。マーマイトスープちょっと作って飲んでみようかなと思います。作りましょう。はーい。じゃあ、作ってきます。はい。ということで、スープね、作ってきました。結構かかったね。いや、まあ簡単だったけどね。クックパッドさんにね、なんか載ってるマーマイトのトマトとベーコンのスープってやつ参考にして作りましたけど、ちょっと白状していい？レシピには一人前でマーマイトを 10g 使うって書いてあったんだけど、10g 取って溶かしてる間に、匂いがえげつなくなってきて、いや、10g は嘘だろって思って、うち 5g も入ってないかもしれない。5g ぐらい。すいません、日和りました。結構ね、シンプルなんですよ、味付けが。もうマーマイトと胡椒とベーコンの塩味だけだと思うんだけど、そうだね、オリーブオイルの匂いだけなんで、マーマイトの主張は結構激しいんじゃないかなって、強いんじゃないかなって。ちゃんと作った？私は、10入れました。すごい。キッチンエゴくなんなかった匂い。そんなか、やっぱ私あれなのかな？鼻が。鼻いかれてんで。おい、怒られるぞ、全国のマーマイトを毎日食べてるイギリスの人たちに。イギリスの皆さん、鼻いかれてんで。すいません。納豆を食べるやつに言われたくねえって絶対言ってるわ。納豆とバトりましょう。じゃあ、いただきますか、冷めないうちにね。いただきます。見た目はね、バカうまそう。温泉卵が結構いい仕事してくれるんじゃないかと期待。いただきます。いただきます。ほえ。なるほど。なんか優しい味だな。熱くて食べれないわ。食べて。唇が。10g でもよかったんじゃない？確かに。いや、でも、これは、うち多分、4か 5g？3、4個あたりだけど、それぐらいだと、万人受けすると思う。これ食べてまずいって人いないと思うよ。でもしっかり味はあって。美味しい。うまいね。これ、ベーコンにいいかも。なんかベーコンが。でも全部いいかも。全部が全部手繋ぎ合ってる感じするわ、なんか。胡椒も必要だったし、ちゃんと。胡椒もいるね、絶対。さっきそのトースト塗って、私は、食べれるけど美味しいかはちょっとみたいな感じだったじゃん。それくらいの人だったら 10g 入れても問題ないんじゃないかなって。そうだったね。ちょっと臭いなー、怖いなーってなっちゃった人は 3g から始めて。結構本当に
素材の味が割とするっていうか、マーマイトの香りは、まあ言われてみればするけど、なんか優しいスープだから意外にね、もうコンソメとかも入れちゃってもいいかもしんない。だってさ、日本でも酒粕の粕汁とかあったりするじゃん。なんかそういう感じかも。いや、卵これね、入れた方がいいね。いや、卵が、すべてを手を繋がしてくれてるみたいな。ちょっと大正解かもしんない、スープは。スープだな。普通に美味しい。食べれますとかじゃなくて、美味しいよ。いや、比べてないからわかんないけど、マーマイトじゃないと、これは出せない味だなって感じもするし、そうね。かといって、マーマイトすぎない。これが答えだな。洋風になる味噌みたいな感じするわ、なんか。なるほど。お手軽洋風味噌。まあ、一回作って、まあ、マーマイトをまず手に入れる、ところからなんだけど、もう興味、そう、興味ある人は、まあ、ちょっと買って、スープね、一回作ってみてほしい。いや、これは、食べてみてほしいかも。結構美味しい。なんかめちゃくちゃ進むわ。普通に晩ご飯とか出せるわ。ね。なんかマーマイトトーストとかで食べた時に、えぐみとか臭みとかが強くて、塩味が美味しいのはわかるんだけどって感じだったけど、スープになるとえぐみが逆にどこ行ったみたいな。だね。なんか匂いでいるのはわかるんだけど、逆にスープになると匂いのが臭くて味がマイルドって感じがするかも、うち。揮発してんのかな、わかんないけど。どうだろう。まあ、やっぱスープだと、ね、口いっぱいに匂いが広がるから、その分強く感じるっていうのはあるかもだけど、いや、明らかに、えぐみはなくなってるね。ガツンと来ない。本当にマーマイトってさ、どうやってもさ、前に来るやつだったんだけど、なんか。それがなんか、縁の下の力持ちみたいな感じになれてて、すごいわ。ということで今日はマーマイトを実食してみたんですけど、どうでしたか？食べてみて。まあ、私は、食べれないこともないけど、トーストで食べることは、まあ、ないかな。今後、ないかなって感じ。でも、マジでスープはおすすめ、本当に。いや、全く同じ意見。トーストに塗るものと思ったら、ゲロまずなんだけど、正直。正直ね、日本人からしたらちょっと厳しいものがあるんだけど、なんかジャムっていうか、トーストに塗るものじゃなくて、調味料の一つって思うと、全然幅も広がるし、すっごく美味しく使えるから、なんか言うほど悪いやつじゃなかったわ。そうだね、本当に。もう手の施しようがないね、ところまで覚悟を若干してはいたんだけど、そんなことはなかった。素敵な食材だとは思います。なんか、健康にもいいらしいし。ね。ただ塩分が多いからそれだけ気をつけてね、みたいなことらしいけど。はい。いや、まさか美味しい料理が作れるとは思ってなくて、結構、あれかも、うちらが苦しむだけの企画になっちゃうかと思ったけど。だいぶハッピーだったよ、なんか。いや、なんか勉強になったね、本当に。お料理と知識増えた。てか言うてアボカドトースト、アボカドツナトーストもうまかったしな。まあね、あれももうちょっとトフする量とか考えたら。そうだね、全然。あらかじめマヨと混ぜて塗った方がいいのかもなんか。かもね。それはちょっと思った。だから隠し味みたいにちびっとだけ入れて、もうアボカドと一緒にね、全部和えちゃうみたいな。本当にそんな使い方が適正な感じがした。はい。なので皆さんも、もしね、マーマイトを食べざるを得ない機会があったとしても、調理方法によってめちゃくちゃ化けるんで、ビビらず食べてあげてください。プレゼントとかにもらっちゃってどうしようって。どんな人って、でも、なんかやっぱお土産の定番ではあるらしいよ。そうなんだ。向こうの方、向こうの方に行った人が、マーマイト
ネタでお土産に買ってくるみたいな。そうそうそう。もうあるみたい。そんだからなことがある人は、ぜひスープとかにそう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 してみてください。はい。食べたことね、もうあるよとか、自分もね、なんかこういう風な工夫して食べましたとかいう先輩バーマイト先輩。そう、バーマイト先輩がいたら、コメント欄に、書いてください。もし今後ね、キラクラ見て、マーマイト買っていましたって人がもしいたら、またここに戻ってきて、書いてみてください。そうだね。はい。それも教えてください。はい。ということで、見てくれてありがとうございました。またのご来店お待ちしてまーす。バイバーイ。バイバーイ。ごちそうさま。